はい、おはようございます。今日はこちら、堆肥を運びました。すいません。オープニング動画を撮り忘れたんで、運び終わった動画になっちゃうんですけど、これを全部、何トンかな ?10 社。ここの畑だけで3トン車に10社ぐらい入ってます。完全発酵させてありますけど、このくらい土に堆肥を混ぜないと、柑橘の苗木は、連作障害。これが起きますんで、連作障害を回避するには、堆肥で微量要素から、その土の中に入ってる養分を、自然のエネルギーを、補充してやる。これめちゃくちゃ大事なことなんですけど、大きくなっちゃえばね、大丈夫なんですけど、小さい1年生や2年生を作ってるときは、これ必ず必須の、作業なんで、頑張ってちょっとやりました。
はい、全部巻き終わって他の場所も今からこれで見に行こうと思います。はい、これがレモンを植える畑です。結構綺麗に入ったんじゃないかなと思います。これでね、ここから苦土石灰もしくは卵の殻でレモンの畑はしっかり pH 調整してあります。はい、だいたいレモンの畑やるときだけは一旦に6ぐらいの割合で苦土石灰を入れるんですけど、8ぐらい入れてやります。そのくらいは最低でも入れてやらないと pH 元に戻らないです。ちょっとワンポイントアドバイスです。はい、この畑は宮川と金柑がだいたいいつも植わるんですけど、ちょっとね土をどうしてもこの鉢植えの柑橘でやってると必ず持ち出さなきゃいけなくなるもんですから、今回はこれ分かりますか？この土、マサ土って言うんですけど、このマサ土を入れてちょっと粗い砂っぽい土なんですけど、これを入れてこ
まあ山の中から出た土なんですけど、山のミネラル、天然のミネラルをここで補充してやると、これでまたできるようになります。でそれプラス植物のこの腐食にあたる堆肥、これでさらに加速させます。こんな感じでちょっと手を入れて、皆さんが買われた時によそとは違ううちの木は元気な子っていうのを提供できるようにちょっと頑張ってます。またいろいろテクニック出してきますんで見てください。どうも今日はご視聴ありがとうございました。またいろんな動画撮ってきますんで、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。